さあ、今日のテーマはもうずっと議論されてきたあの問題です。そう、卵とコレステロール。これって結局体にいいの悪いのって気になりますよね。最新の科学でこの長年の謎をすっきり解決していきましょう。そう、これ、まさにこの疑問ですよね。もう何十年も情報が二転三転して、私たちを混乱させてきましたよね。毎日のように食べる卵が、一体私たちの体にとって味方なのか、それとも敵なのか。今日はその白黒をはっきりさせたいと思います。これ聞いたことありますよね。コレステロールが多いものを食べたらそのまま血中のコレステロールも上がっちゃうよって。これがこれからひっくり返していく、古い神話みたいなものなんです。昔はこんな風に単純に考えられてたんですね。でも科学はもっともっと先に進んでるんですよ。じゃあどんな順番でこの謎を解いていくか、まずは今日の流れを見ていきましょう。はい、今日はこんな流れです。まずは卵の大論争から入って、次に私たちの体のすごい調節機能について、それから脂質の本当の話、そして卵に関する科学的なデータを見ていきます。で、どんな人が注意すべきか、最後に健康の全体像という大きな視点で締めくくります。盛りだくさんですね。早速いきましょう。はい、では最初のパート、卵をめぐる大論争ですね。そう、昔は卵ってなんか悪者みたいに言われてた時期ありましたよね。でも今の栄養学はさっき見たみたいな単純な話じゃないんです。じゃあ何が違うのか。その鍵を握るのが私たちの体に備わっている驚くべき仕組みなんですよ。さあ、ここからがこの話の肝になる科学的な部分です。食べたコレステロールって体の中で一体どうなってるんでしょう。実は私たちの体にはとんでもなく賢いシステムが備わってるんですよ。それを解き明かしていきます。まず大前提として知っておいてほしいのが、コレステロールって決して悪者じゃないってことなんです。むしろ逆、もうめちゃくちゃ大事な物質なんですよ。だって私たちの体のすべての細胞の膜も脳や神経もコレステロールなしでは機能しないんです。それだけじゃなくて、男性ホルモンや女性ホルモン、あとは脂肪の消化を助ける胆汁酸っていうものも全部コレステロールが材料になってるね。体にとってなくてはならないヒーローみたいな存在なんです。さて、ここで最初のなるほどポイントです。見てください。体の中にあるコレステロール、そのうちの実に7割はなんと肝臓とかで体が自分で作ってるんですよ。食事から入ってくるのってたったの3割なんです。これ結構意外じゃないですか？いわば7対3の法則ですね。じゃあなんで体はそんなに自分でコレステロールを作る必要があるんでしょう。その答えがこのホメオスタシス。これ体の恒常性ってやつで、要は超優秀な自動調整システムなんです。考えてみてください。食事からコレステロールがたくさん入ってきたら、体は今日は多いな、じゃあ肝臓で作る分は減らしておこうって調整する。逆に食事が少なかったら、よし足りない分は自分で作ろうって増やす。ね、賢いですよね。だからここ大事ですよ。ほとんどの人にとっては卵を食べたからってすぐに血中のコレステロール値がぐんと上がるわけじゃないんです。この自動調整が効くからなんですね。さあ、ここで話にちょっとしたどんでん返しがあります。実は中中のコレステロールを本当に動かしている黒膜は、食べ物に含まれるコレステロールそのものじゃなかったんです。じゃあ何か。それは私たちがどんな脂肪を食べているか、その種類だったんですよ。つまりこういうことなんです。脂肪には2つの顔がある。一つはお肉の脂身とかバターに多い飽和脂肪酸。こいつは肝臓に対して「おい、もっとコレステロールを作れ」ってアクセルを踏む役目なんです。一方でオリーブオイルとかお魚の脂に多い不飽和脂肪酸。これは逆に余分なコレステロールを体から追い出してくれるブレーキみたいな役割。ほら、もう話の主役は卵の中のコレステロールだけじゃなくなってきたの分かりますよね。じゃあ具体的にどうすればいいのっていう話ですよね。専門家が言う一番わかりやすい目安がこれです。アクセル役の飽和脂肪酸を1だとしたら、ブレーキ役の不飽和脂肪酸をその倍の2の割合で取る。この1対2のバランス、これが健康的な食事のまず最初の、そしてすごく大事な一歩になるんです。そしてもう一人忘れちゃいけない犯人がいます。それが糖質。そう、甘いものとか炭水化物ですね。エネルギーとして使い切れなかった糖質って体の中で中性脂肪に姿を変えちゃうんですよ。で、この中性脂肪も動脈硬化のリスクを上げる原因になる。
だから脂質だけじゃなくて糖質の摂りすぎにも気をつけなきゃいけないってことなんですね。さあ、ここまで体の仕組みとか脂質の話をしてきました。この背景知識を武器に、いよいよ皆さんが一番聞きたいであろう最初の疑問に戻りましょう。で、結局のところ、卵って1日に何個まで食べていいの？この問いにバシッと答えていきますよ。はい、じゃあまず結論から言っちゃいますね。健康な人ならさっき話した賢い自動調整システムホメオスタシスがちゃんと働いてくれるので、1日に1個から2個ぐらいの卵は全く問題ないとされています。つまり自分の体のバランス調整能力をもっと信頼してあげていいってことですね。しかも話はそれだけじゃないんです。ここからがめちゃくちゃ面白いところ。いろんな信頼できる研究を全部まとめて分析したメタ解析っていうのがあるんですけど、その結果、なんと週に6個までなら卵を食べることで逆に心臓や血管の病気のリスクが下がるかもしれないって出たんです。これすごくないですか？卵に含まれるいい栄養素のおかげなんですね。ただし物事には必ず光と影があります。同じ研究でじゃあもっと食べたらどうなるのって調べたら、週に7個以上、つまり毎日1個よりも多いペースで食べ続けると今度は心不全のリスクが上がっちゃうっていうデータも出てるんです。やっぱり何事もほどほどにが一番ってことですね。というわけでこれらの良いデータとちょっと注意が必要なデータを全部ひっくるめて考えると、専門家たちがこれなら間違いないって推奨しているのがやっぱり1日1個なんです。これなら卵のいいところはしっかりもらえてリスクは避けられる。それにもともとコレステロールが上がりやすい体質の人にも配慮した、誰にとっても一番安心なラインって言えますよね。ただしです。今お話ししてきた1日1個っていうのはあくまで健康な人の一般的な話。ここからはこのルールが当てはまらない、特に注意が必要なケースについてすごく大事な話をします。まず、遺伝的にコレステロールをうまく処理できない体質、家族性高コレステロール血症という病気をお持ちの方、それから女性ホルモンが減ることで脂質の代謝が変わってくる閉経後の女性、この2つのグループの方々は話が別です。食事で摂ったコレステロールが直接リスクにつながりやすい可能性があるので、自分で判断するのは絶対にダメです。必ずかかりつけのお医者さんの指示に従ってください。これは本当に大事なことです。さあ、いよいよ最後のセクションです。これまで私たちは卵っていう一本の木をじーっと見てきましたよね。でも本当に大事なのはその木だけじゃなくて、健康っていう大きな森全体を見ることなんです。ここからは視点をぐーっと引いてその全体像を見ていきましょう。もう結論から言うとこれです。問題は卵だけじゃない。私たちの健康って卵を何個食べるかみたいな細かい木ばっかり気にしてちゃダメで、生活習慣全部、つまり森全体で考えなきゃいけないってことなんですよね。そもそも動脈硬化を引き起こす本当の割薬ってただの LDL コレステロールじゃないんです。もっと立ちが悪いのが活性酸素なんかでボロボロに傷つけられたいわば暴走した LDL。 じゃあ誰が LDL をそんな風に傷つけるのか。その犯人が喫煙、高血圧、そして高血糖なんです。だからいくら卵の数を気にしていてもタバコを吸っていたり血圧や血糖値が高いままだったら全く意味がないということなんですね。つまり本当に私たちが目を向けるべきなのはこの4つの大きな柱なんです。まず血圧と血糖値をちゃんとコントロールしてタバコはやめる。次に卵の数より食事全体の脂肪の質を考える。そして定期的に運動する習慣をつけて健康的な体重をキープする。この全部をひっくるめて考えること、それこそが本当の意味で心臓を守る道なんですね。最後に皆さんにこの質問を投げかけて終わりたいと思います。あなたは自分の健康の本当に大事な部分にちゃんと目を向けていますか？これを機に卵の数を数えることから一歩踏み出して、ご自身の生活習慣という大きな森全体を見つめ直す、そんなきっかけになったらすごく嬉しいです。というわけで今回の解説はここまでです。動画が気に入ったらチャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。